はい、こちら猫ノベル通信緊急速報です。深海にて突如発生した高速遊泳物体による赤い魚大量捕食事案において、唯一の生存者である異端の黒い個体が恐怖に怯える群れを先導し、自らを監視塔とするゲシュタルト生態兵器を構築。生態系の頂点へクーデターを画策している模様です。ある日、恐ろしいマグロがお腹を空かせてすごい速さでミサイルみたいに突っ込んできた。小さな魚の兄弟たちはみんな飲み込まれてしまった。それは深海のジェノサイドの幕開けですね。ひえ。改めまして放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。アイドル司会の MC です。今日は誰もが知ってるあの名作レオレオに咲くスイミーですよ。ごきげんよう。私は物語の裏ジャンルを暴く紳士猫です。して今回はまた随分と懐かしい国民的トラウマ教材を持ってきましたね。トラウマじゃないですよ。ほら見てください、私の自信作。みんなで大きな魚の形になって泳ぐこの感動のラストシーン。赤い魚たちが力を合わせてて尊くないですか？ほう、実に見事な設定の解像度だ。 MC 氏のその狂気的なまでに平坦な画風がこの物語の本質である個の消滅を見事に表現していますよ。褒められてる？というか個の消滅って何ですか？これみんなで協力する友情の物語ですよね。学術的にはそうですが解釈違いですね。この絵、私には生存者バイアスにかかった独裁者が思考停止した大衆を生体パーツとして組み上げたゲシュタルト兵器に見えます。ゲシュタルト兵器？いやいや、これスイミーが知恵を絞ってみんなを守ろうとした平和的な作戦でしょ。甘いですね。自分だけ安全な目の位置に収まり、リスクある外壁を他人に任せる。これは高度なデスゲームの攻略法であり、一種のサイコホラーなんですよ。そんな、学校で習った時はあんなに感動したのに、実はそんな恐ろしい裏設定があったの？確かめなきゃ。この黒い魚が英雄か、それとも冷徹な支配者か、深海へ潜って真相を確かめましょう。では早速物語のあらすじを見ていきましょう。すべては広い海のどこかで始まりました。お手並み拝見といきましょうか。この深海のログを紐解いてください。小さな魚の兄弟たちがみんな赤い色をしている中で、一匹だけカラス貝よりも真っ黒な魚がいました。名前はスイミー。泳ぐのが誰よりも早かったんです。ほう、初期ステータスで群れの中で唯一の色違いかつ敏捷性にギマ振りした個体。これは主人公補正ですね。しかし平和な日々は続きません。ある日、恐ろしいマグロがお腹を空かせてすごい速さ突っ込んできました。警告音なしの襲撃イベント。一瞬の出来事でした。赤い兄弟たちはみんな飲み込まれてしまったんです。逃げ延びたのは泳ぎの速いスイミーだけ。慈悲なき全滅。生存率 1% 未満の理不尽なチュートリアルだ。一人ぼっちになったスイミーは暗い海の底を泳ぎました。怖くて寂しくてとても悲しかったとあります。広大なマップにポツンと一人。強烈な孤独による産地チェック失敗ですね。けれど海には素晴らしいものがいっぱいありました。最初に出会ったのは虹色のゼリーのようなクラゲ。美しいグラフィック処理だ。絶望的な視界に光が戻り始めましたね。さらに進むと水中ブルドーザーみたいな伊勢エビや見えない糸で引っ張られる魚たちに出会います。水中ブルドーザー。自然界にいきなり工業的な比喩をぶち込むこのセンスこそレオニの真骨頂ですよ。そして顔を見ると尻尾を忘れてしまうほど長いうなぎやピンクのヤシの木みたいなイソギンチャクも見つけました。メモリ不足を起こすほどのスケール感だ。世界観設定がバグっていますね。そんな冒険の果てにスイミーは岩陰に隠れている死んだ兄弟そっくりの小さな赤い魚たちを見つけます。おや、NPC のリスポーン地点を発見しましたか？スイミーは出てこいよ、みんなで遊ぼうと誘いますが、彼らはダメだよ、
大きな魚に食べられてしまうよと怯えて出てきません。完全に芋る思考に陥っていますね。恐怖による思考停止だ。でもスイミーは諦めません。いつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよ。なんとか考えなくちゃ。感情論ではなく戦術的な解決策を模索し始めた。スイミーは考えた。いろいろ考えた。と考えた。そして叫びました。そうだ。演算完了。最適解が出ましたね。彼はみんなで集まって大きな魚のふりをして泳ぐことを教えました。そして最後にこう言うんです。僕が目になろうと。僕が目になろう。この特性を最大化した見事なシステム運用だ。こうして彼らは大きな魚を追い出し、朝の冷たい水の中も昼の気がらく光の中も元気に泳ぎ続けました。めでたしめでたし。見事に伏線回収でしたね。さて問題はこの美しい結末の裏側ですよ。裏側。なんだか不穏ですが、続いてはこの物語の違和感について掘り下げていきましょう。さて、ここからは冷徹に行きます。感動のストーリーを現実という名のブラックライトで照らす時間です。ところで私気になります。おや、何ですか？物語の解像度を高める良い疑問だといいのですが。ちょっと待ちいな。あのマグロどんだけ行儀悪いん？一口で飲み込んだってあんたちゃんと噛まな消化に悪いで。早食いは満腹中枢が刺激されへんからなんぼでも食べて太る原因や。ひえ、出ただ。 MCC の裏人格最強のリアリスト関西おかん。まさかマグロの接触行動に生活指導を入れるとは。当たり前やんか。ほんで赤い魚らもいつまで岩陰でゴロゴロしてんの。食べられるのが怖いって言うてもそんな暗いとこでじっとしてたら目悪くなるし、ビタミン D 足りひんようになって骨弱なるで。ビタミン D。確かに深海での引きこもりはサバイバル戦略としては正解でも、公衆衛生学的には不健全極まりないライフスタイルですが。ほら、はよ外出て日光浴びてき。あんたら魚やろ。水ん中泳がんとどうすんねん。あ、いけない。つい熱くなっちゃいました。嵐が過ぎ去りましたね。しかし MCC の指摘は鋭い。彼らの岩陰での生活は現代でいうところの子供部屋おじさん的な停滞、あるいはニート的なモラトリアムです。でもスイミーがいつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよって無理やり外に連れ出しますよね。あれって赤い魚たちにとっては余計なお世話じゃないですか？その通り。これはいわゆる陽キャの押し売りです。高スペックなスイミーは外の世界は素晴らしいと言いますが、弱者である彼らにとっては外は即死トラップ満載の無理ゲー領域なんですよ。そうですよね。しかも最後の作戦、朝の冷たい水の中を泳ぐんですよ。風邪ひくって誰が医療費払うの？そこです。労働安全衛生法も真っ青のブラック環境だ。スイミーだけが目として安全な中央に鎮座し、赤い魚たちは過酷な冷水と外敵にさらされる肉壁として酷使される。うわー、そう考えるとあの巨大な魚の形ってみんなで協力っていうよりスイミー社長を守るための社畜ピラミッドに見えてきちゃいました。リスクは現場に丸投げし、リターンは管理職が独占する。これぞ現代社会の縮図ともいえるやりがい搾取の構造的欠陥ですよ。教科書の美談だと思ってたのに中身はドロドロの搾取構造だったなんて。もう私怖くてスーパーの鮮魚コーナー直視できないかも。真実に触れるとはそういうことです。さて、この黒い支配者を生み出した創造主は一体何を考えていたのか、次で暴きましょう。はい、続いては作者と背景に迫る裏コードコーナーです。では話題を変えましょう。美しい絵本だと思っていたこの物語がなぜ長年日本の教科書に選ばれ続けているのか、その真の理由と裏コードを読み解いていきます。いい顔つきになりましたね。まず著者のレオ・レオニですが、彼は絵本作家である以前に極めて優秀なグラフィックデザイナーでした。つまりこの本は色彩心理学を駆使した視覚情報のプレゼンテーションなのです。プレゼン資料？言われてみれば虹色のジェリーとかドロップみたいな岩とか
デザインがおしゃれすぎて国語というより美術の教科書みたいでした。その神秘的麻酔こそが罠なのです。綺麗な絵で警戒心を解き、子どもたちの脳にインストールしようとした OS。 それは1977年の日本という時代背景を見れば明らかです。1977年？まだ生まれてないですけど、昔のアニメとかが流行ってた時代ですよね。ご名答。当時は超電磁ロボコンバトラー V やボルテス V など合体ロボットアニメの黄金期です。バラバラの個体が合体して巨大な敵を倒すというロジックに子供たちは熱狂していた。まさかスイミーたちの巨大魚への変身ってロボットアニメの合体シーンと同じカタルシスだったってことですか？その通り。文部科学省は当時のサブカルチャー文脈を発揮し、スイミーを合体ロボのパイロットとして提示することで全体主義的な団結をスムーズにすり込んだのです。うわー、子供たちのかっこいいを利用して集団行動を教え込むなんて、教育って計算高いですね。さらに根深いのが冷戦構造のメタファーです。原著が出た1963年は核戦争の危機が叫ばれた時代。巨大なマグロとは抗えぬ暴力としての核保有国の暗喩かもしれません。マグロが核？確かにあんなミサイルみたいに突っ込んでこられたら小さな魚はひとたまりもないですよね。ええ、だからこそ子を殺してシステムの一部になれと説くのです。これは教育という名の有事の際の防災マニュアルであり、スイミーの黒い体は非常時に指揮を執るエリート管理職の制服なんですよ。うわー、震えが止まりません。私たちが教室で習っていたのはお魚の友情物語じゃなくて、国家存亡をかけた軍事教練だったんですね。おやおや、怯えることはありません。この洗脳から解き放たれた現代の読者がこの物語をどう再評価しているか、それこそが重要です。そうですね。気を取り直して、続いては現代のネット社会がこの名作に下した衝撃の評価を見ていきましょう。キンコンカンコン。あ、そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうです。今日の国語体はいかがでしたか？教科書というサンクチュアリから引きずり出されたスイミーは実に味わい深いですね。最後に少しだけ著者の裏の顔を暴露して終わりましょうか。裏の顔やめてくださいよ。レオレオニさんは孫のために絵本を書く優しいおじいちゃん先生なんでしょ？学術的にはそうですが解釈違いですね。彼はもともとアメリカのビジネス誌フォーチュンのアートディレクター、つまりバリバリの広告業界の重鎮です。広告マン？森で静かに絵を描いてるんじゃなくて高層ビルでプレゼント化してたってことですか？その通り。30代ですでに億万長者、マンハッタンで葉巻を食いらせ、どうすれば消費者を先導できるかを考えていた資本主義の戦士ですよ。デビュー作なんて騒ぐ孫を黙らせるために手持ちの雑誌をビリビリに破いて即興で作ったのが始まりですからね。うわー、孫への愛っていうより今の親がスマホ渡して YouTube 見せる感覚に近いじゃないですか。意外と適当なんですね。適当こそがアートの源泉です。彼は晩年平行植物という地球上に存在しない植物を大真面目に描いた偽の図鑑まで出版しています。遠くからは見えるが近づくと消える植物など完全に SCP 財団や都市伝説のノリですよ。それちょっと面白そう。実は私昔から未確認生物とか大好きで、学生時代土の子探索サークルに入ってたことがあるんです。はい、土の子探索サークル。初耳ですが MC 氏のそのアイドルの皮をかぶったオカルト体制はそこから来ていたのですか？やぶつつきだけだったんですけどね。結局蛇の抜け殻しか見つからなくて自然消滅しましたけど。やぶをつついて蛇を出す、まさにことわざ通りですね。さて、現代のネットのやぶ、すなわち SNS や掲示板ではスイミーはどう評価されていると思いますか？やっぱり勇気あるリーダーとか可愛いって言われてるんじゃないですか？今なら猫ミーム素材としても人気出そうですし。甘すぎますよ MC 氏。現代の殺伐としたネット掲示板においてスイミーは SSR の初期アバターを持ち、持たざる者を盾にする上級国民として叩かれています。SSR ってガチャの？
いやいや、スイミーも頑張って泳いだんですよ。さらに岩陰から出てこない赤い魚たちはイモると表現されます。 FPS ゲームで安全地帯に引きこもる臆病なプレイヤーのことですね。イモル、その言葉は私に刺さります。実は私、オンライン対戦ゲームだと怖くてずっとリスポーン地点の草むらで震えてるタイプなので。ほう、 MC 氏は赤い魚側の人間でしたが、道理で彼らに感情移入するわけだ。しかし私がつい先ほど到達した真の解釈は違いますよ。まだあるんですか？デスゲームとかブラック企業とか散々怖いこと言ってきたのに。考えてみてください。最後に彼らが作った巨大な魚、あれは実在しない魚です。つまりスーミーたちは実在しない捕食者の幻影を海の中に生成したのですよ。ディープフェイク？つまりあの大きな魚は最新の生成 AI で作った画像みたいなものってことですか？その通り。ピクセルを集めてマグロという AI をハックするための敵対的生成サンプルを出力した。これぞ自我殲滅のゲシュタルト兵器の正体であり、現代のテクノロジーに通じる生存戦略なのです。うわー、ただの魚の群れだと思ってたのに、急に最新テックの実験場みたいに見えてきました。教科書って読み直すと本当に怖いですね。だからこそ面白い。名作とは時代というフィルターを通すたびに全く新しい設定を吐き出す無限のソースコードなのですよ。ですね。次に水族館でイワシの群れを見たら、あ、今サーバー負荷かかってるなとか思っちゃいそうです。おっと、放課後の時間はここまで。やれやれ、 MC 氏の土の子探索スキルがいつか役に立つ日が来ることを祈りますよ。それでは諸君、また次の放課後にお会いしましょう。はい、それではまた次の放課後にお会いしましょう。お相手は MC と猫でした。にゃん。